今回はずっと乗ってみたかったセンチュリーを紹介します。ヨーロッパのきらびやかな高級車とは違った日本車らしい和の落ち着いた高級感、塗装、エンジン、装飾、どれをとっても超一流。ドアの立て付けはミリ単位。0.1 ミリずれるとドアが開かなくなるほどの精度。完璧に調整された V12 エンジンはコインが立ちます。20年経っても焦せない塗装。楽器メーカーが手掛ける木工技術。鳳凰のエンブレムの金型は職人の手彫り。効率なんて度外視。日本の伝統とものづくり魂が詰め込まれた素晴らしい一台でした。わー、最高じゃんこれ。センチュリーという社名はトヨタグループ創業者の豊田佐吉さんの生誕100周年から来ているそう。初代センチュリーの製造は1967年。今回は2代目と言われる1997年から2017年まで製造されていたモデルです。センチュリーを初めて肉眼で見てまず思ったのは塗装やべえです。この色は神の威厳と書いてカムイと読みます。吸い込まれるような奥深い黒で鏡のように反射します。20年近く経っても塗装が全く色あせないのは7層に及ぶ工程で仕上げられているからなんです。そして塗装に加えて職人が手作業で水を流しながらヤスリがけをする水溶きという工程を挟んでいるそうです。そして有名な話ですが、ピラーは身だしなみチェックができるように特に綺麗に磨き上げられているそうですね。塗装がすごい綺麗。塗装一つとってもこだわりがすごすぎてつい興奮して早口になってしまいます。カムイ、美しすぎます。エンブレムには V12 とあります。この素晴らしいエンジンについても後で紹介していきますね。そしてセンチュリーを象徴する鳳凰のエンブレム。鳳凰には乗る人の徳の高さを表すといった意味があるそうです。そして日本人に古くから根付いている格式高いシンボルとして鳳凰が選ばれたそうです。このエンブレムの金型は江戸時代から続く伝統工芸を継承した職人が手彫りで作り上げています。金型一つ作るのに1ヶ月半、羽一枚一枚が立体的で近くで見るとその精巧さが伺えますよ。まさに和の威厳、あらゆる場所に鳳凰のエンブレムがあしらわれています。そしてサイドからのシルエットは富士山をイメージしているそうです。一般的な車は前側が低くなっていてスポーティーなイメージを持たせるように作られますが、センチュリーは水平基調の前後対称フォルム。これは不動の安定感を演出するためだそうです。この水平基調のデザインは新型のセンチュリーでも継承されているようですね。ボディ下部にはメッキがあしらわれています。カムイの奥深い黒が美しく際立って見えますね。窓の部分はアルミっぽい仕上げになっています。メッキとの使い分けが素晴らしい。日本唯一の V12 エンジンは始動音も一流。迫力ある音というよりは精密機械が動き出すような音です。アイドリングが落ち着くと無音、雨音や風の音にかき消されるぐらい静かです。これは車内が楽しみだ。あいにくの雨なので、後で屋根の下に移動して稼働するエンジンの上にコインを立てられるのか実験してみますね。ヘッドライトは優しく光ります。ブレーキランプはまるで宝石のよう、どこをとっても本当に美しいです。全長5270、全幅1890、全高1475。高さ以外は私のランクルよりも一回り大きいです。当時としてはかなり大きなサイズですよね。リアには鳳凰のエンブレムとセンチュリーのロゴ、トランクは広い。工具箱も入っていました。車高調整までついていました。押してみます。わずかに車高が上がるようです。素人にはよくわかりませんが、乗り心地が変わるんですかね。もう一つ驚いたのはドアです。動画だとわかりづらいですが、ドアを開け閉めする音に重厚感があります。これは熟練の技術者がドアの立て付けをミリ単位で微調整しているので、不快な摩擦音や開閉音に余韻が残らないそうです。ドアとボディの隙間は 3.4 ミリ。これ以上隙間を細くするとドアが開かなくなるんだそうですよ。これまで製造されたすべてのセンチュリーにはその工程を記録した専用のノートがあるそうです。そしてこのノートは工場で厳重に保管されているそう。効率度外視、ものづくり魂が込められた特別な車なんですね。ここからはいよいよ内装紹介です。めっちゃ静か。ドアを閉めると外の音が遮断されます。雨風の音すらほとんど聞こえてきませんよ。内装は和。ヨーロッパ車のようなキラキラした高級感ではなく、日本らしい木目の落ち着いた高級感があります。この木目はすべて本物の木が使われているそうです。20年近く経っても劣化や曇りは一切ありません。
車内が静かすぎて ASMR が撮れます。そして皆さん気がつきましたか？センチュリーは文字表記が全部漢字なんです。多くの高級車がグローバルな表記を使用する中、センチュリーの輪を貫く姿勢にはこだわりを感じます。アイドリングは700回転から一切ブレません。エンジンかかってるのかわからないぐらい無音で振動もありません。スピーカーの音も素晴らしい。音上というボタンを押すと音が聞こえる範囲を絞ることができます。リアカーテンはもちろん電動。いよいよ後部座席です。ステップがフラットで乗り込みやすい。まさにおもてなしの空間ですね。極太センターコンソールにはボタンがいっぱい。この美しい木目もすべて本物の木を組み合わせて形を作っているそうです。なんと木の部分はヤマハが作っているそうですよ。楽器のノウハウがここに生きてくるんですね。トヨタとヤマハの関係は1960年代から続いているそうで、2000GT のエンジン設計や内装の木工技術に始まり、LFA の天使の方向とも言われるエンジンサウンドまでも作り上げたそうです。あの天使の方向にはヤマハが関わっていたんですね。自動車メーカーと楽器メーカーが手を組んで最高の一台が出来上がるこの構図、熱すぎます。センターコンソールのボタンを使って助手席の前後や背もたれを動かせます。そして最高なのはこのギミック。これ快適だ。リクライニングの調整幅もすごい。わー、最高じゃんこれ。なんとマッサージまでできるんです。ヘッドレストまで動かせます。ピラーには頭を預けられるふかふかのクッションがついています。読書灯は温かみがあります。明るさ調整もできますよ。ルームランプは優しく温かみがあるので木目も綺麗に映えますね。落ち着く空間です。人が座らない部分の皮はまるで新車のようにツヤツヤです。座面はさすがによれていますね。センチュリーにはウールファブリック仕様もあるんですけど、こちらは30万キロ走ってもシートの張りがしっかり残っているほどの耐久性なんだそうです。耐久性が高い上に蒸れにくく滑りにくいので、カーよりもファブリックが主流なんだそうですよ。中央にはビデオデッキ、DVD が見れるようです。でかいアシストグリップ、身だしなみチェックの鏡はライト付き、収納一つとっても一切妥協なし。どうですか？こうして降りてくるとお嬢様に見えますか？いよいよ私がずっとやりたかったエンジンの上にコインを置いても倒れないか検証します。これをやるためにセンチュリーをレンタルしたと言っても過言ではありませんよ。ルールは簡単。この V12 エンジンの上に10円玉を置きます。1枚だとそもそも自立しないので、今回は2枚重ねにしました。なんとか自立してくれました。万が一10円玉が倒れても転がって落ちないように布を固定しておきました。いよいよ実験スタートです。エンジン始動時、ほんの少し揺れましたが倒れませんでしたよ。いやー、これは本当に感動しました。トヨタの技術力恐るべし。この2代目センチュリーの V12 エンジンは直列6気筒が2列あって、それぞれが振動を打ち消し合う特性があります。現行の V8 エンジンのセンチュリーでは叶わない完璧なエンジンとも言われています。この実験、噂に聞いていただけで YouTube 上に動画がなかったので結果を知れて大満足です。この結果が見られただけでもセンチュリー借りてよかったです。もちろん運転もとても楽しみにしていました。普段快適性皆無の4駆にしか乗らないので、高級セダンの乗り味はとても気になります。センチュリーの名に恥じない運転を心がけてきますね。車内全体の音を拾うマイクを使っていますが、エンジン音や走行音が拾えないぐらい静かです。想像をはるかに超えていて驚きました。エアサスなんて知りもしなかったので、動きがどうなっているのか撮影してみました。凹凸をきれいにいなしていて、ほとんど車体が揺れていません。センチュリーの乗り心地は空飛ぶ魔法の絨毯と表現されるようですが、その通りですね。停止もとてもスムーズ。あえてブレーキが強くかからないように設計されているそうです。
高速走行も気になるのでチェックします。静かにスーッと100キロ出ているこの加速感、癖になります。速い。スーッといっちゃうね。静かな加速とふわふわ浮いている感じ、一言で言うなら新幹線です。高速安定性は今まで乗った車でダントツ、淡々と低回転で100キロキープしてくれます。大型セダンは初めて運転しましたが、狭い道での運転はランクルよりもはるかに難しかったです。やっぱりセンチュリーはプロが運転する車ですね。センチュリーはおもてなしの車で、運転を楽しむ車ではないと思っていましたが、それは間違い。実際運転してみると他の車とは違った乗り味で、とても楽しめました。今回も素晴らしい車を知れて満足です。トヨタの歴史とセンチュリーへのこだわり、とても勉強になりました。塗装、エンジン、装飾、誰をとっても超一流の素晴らしい車でした。このセンチュリーは20年近く経つ車体ですが、稼働部品の不具合は一切なく快調。さすがの信頼性です。中古のセンチュリー見てみると、走行距離10万は当たり前。中には57万キロの個体もありましたよ。そして今年に入ってセンチュリーの中古価格が跳ね上がっています。最初で最後と言われる国産 V12 エンジンが評価されているのかもしれませんね。エンジンやエアサスなどの主要部品は未だに新品パーツが買えるので、維持は比較的簡単だそうです。素人レビューにはなりますが、今後もいろんな車をレビューしていくので、よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。